俺の想定の3倍早く夏来ちゃったんですけど、そろそろお前らもへばってそうめんばっか食ってる頃かと思ってよ。というわけで今日は暑さを吹き飛ばすスタミナ料理、レバニラ炒めを作っていきます。使う物はこいつらだ。このレバー、もしかしたら嫌いなやつもいるかもしれんが、今日はそれを克服させたい。レバーを嫌いになる大抵の理由は、臭みがある、もしくはパサついている。大体このどちらかだろう。ちょっとその前に匂いチェック失礼。OK だ。どちらも適切な処理の仕方を知っておけば事前に防ぐことができる。本日の主役レバー。レバニラといえば豚のレバーを主に使うが、まあ鶏や牛でもいい。こいつをまず一口サイズに切っていく。まずレバーの臭みだが、これは鮮度に大きく依存する。時間が経つほど臭みが出やすい。レバーに関しては、買ってきたその日に調理するのが理想だ。バラでも売られてることがあるが、塊を買ってバラした方が鮮度は良くなる。もし時間が経ってしまい、臭みを感じる場合は、牛乳に30分ぐらい浸したり、水洗いして臭みの原因となる血を洗い流したりといろいろ方法はあるが、まあそれは割と昔の話で、最近スーパーに売ってるレバーやったら、ほぼ臭みを感じることはない。また、液体につけてる間に、せっかくの旨味や鉄分などの栄養素も抜け出してしまう。という理由で俺の場合はほぼ下処理しない。この後、レバーに下味をつけていくが、それをやっておけば十分だ。さらに、レバーの臭みを出さず、パサつかないようにするには、火を通しすぎないこと、これも大事。レバーっちゅうもんは、火を通しすぎると臭みも出るし、水分も失われてパサつきやすくなる。というわけでレバーをカットする段階では、後々短時間で火が通りやすいようになるべく薄くそぎ切りにしておく。切り終わったらレバーに下味をつける。まずは 1% ほどの塩コショウ。レバーの塊がだいたい 200g ほど。1つまみが 1g ほどなんで2つまみと。胡椒。レバーには白胡椒の方が合うが、なかったら黒胡椒でもいい。そして醤油と酒を小さじ1ほど。酒はもしあれば紹興酒を使うと本格的な風味になる。調味料を入れたら肉に調味料を吸わせるイメージで揉み込んでいく。で、なんか汁気が少なくなって味が入ったっぽいタイミングで衣をつけていく。白い粉、片栗粉。先に片栗粉入れちゃうと味が入んなくなるんで、片栗粉は必ず下味を入れた後だ。粉を入れたらなんかネチョネチョになるまでかき混ぜる。こんな感じになるまでかき混ぜたら、このまましばらく置いておく。理想を言えば30分から1時間置いておきたいが、時間がないときはちょっとでもいい。この間に野菜を切ったり、タレを作ったり、米を炊いたり、スープ作ったり、ラージバンダリというわけでタレ作ります。中華の時は先に合わせ調味料を作っておくのが基本だ。醤油大さじ1、砂糖小さじ1、紹興酒小さじ1、なかったら日本酒でいい。オイスターソース小さじ半。このタレを鶏ガラスープで伸ばしておく。水大さじ2に鶏ガラスープの素、またはウェイバー、ソーミシャンタンなどの中華ペースト。こういうガッツリ系の飯には中華ペーストが合うと思う。というわけでソーミシャンタン小さじ3分の1。さらに味の素を2振りほど。なかったら別にいい。完璧だ。そしたら野菜を切っていく。ニラは半束使う。根元の硬い部分は葉っぱの部分より火が通りにくいんで、こんな感じで切れ込みを入れて火を通りやすくしておく。あとは 3,4 センチ幅に適当にざく切り。もやしは半袋 100g ほど使う。ニンニク1個をみじん切りに。ニンニクと同量ほどの生姜もみじん切りに。仕込みは以上だ。まず最初にレバーだけを焼いていく。レバーの火入れはややシビアなんで、肉だけ最初に火入れしておくと失敗が少ない。
やや多めの油で揚げ焼きにしていくイメージだ。これをラードでやるとより旨味がアップする。レバーは1枚ずつ広げ、フライパンの外側から敷き詰めていく。レバーを焼くときに最も気をつけるのは火加減だ。強火を使わない。これ大事。レバーは火力が強すぎると臭みが出る。また水分が抜け、硬くなりパサパサになる。加減は中火以下で、レバーを入れたらしばらく動かさず、両面にこんがり焼き目をつけていく。待ってる間に、ささっと即席中華スープでも作ろう。水1カップにガラスープの素大さじ1、醤油小さじ1で味付け。塩コショウで味を整え。具材は適当に余ってるものを。今回は干しエビとネギだ。卵で閉じるのはご自由に。レバーに香ばしい焼き目がついたらひっくり返していく。裏面も焼き目がついたら取り出す。火は完全に入れた方がいいが、入れすぎは良くない。この時点で8割ほど火を通し、あとは余熱と最後にタレを絡める段階で残りの2割の火を通すイメージだ。肉を取り出したら仕上げに取り掛かる。油が足りなかったらちょっと足して、先ほど刻んだニンニクと生姜を投入。さらに豆板醤小さじ半でちょっとだけ辛みを追加。こいつらを弱中火で焦げない程度に炒め香りを出していく。香りが立ったら焦げる前にタレを投入。火を強めて一度タレを煮立たせる。そうしたらもやし、そしてさっき取り出した肉を投入しさっと絡める。もやしはすぐに火が通る。シャッキリ感を残したいので炒めるのは10秒ほどでいい。さっと絡め合わせたらニラを投入。ニラもすぐ火が通るんでさっと絡めて、あとは余熱で火を通す。そして火力を弱め、ちょっとだけ水溶き片栗粉を入れて閉じる。ダマにならないようにかき混ぜ、火力を強め煽る。仕上げにごま油で風味付けし、食欲増強ドーピング。さっと絡めたらフィニッシュだ。お好みで黒胡椒を回しかけたら完成だ。レバニラ炒め。うますぎる。これは完全に町中華のクオリティ。片栗粉の衣をまとったレバーは、外はサクサク、中はプリップリ。もやしもシャキシャキ歯ごたえ抜群。下味もついて噛むほどにうまいレバー。臭みも全く気にならない。もしガキの頃、レバーが嫌いになったやつがいたら、大人になった今、改めて自分で作ってみてほしい。きちんとした処理したレバーはこうもうまいのかと感動するはずだ。レバーはコスパもよく栄養満点。そして何よりこのタレ。甘辛い中華タレに、ニンニク、ニラ、生姜、豆板醤、ごま油。こいつらのパンチが加わったら、米が進まないわけがあるまい。こいつはとんだ米泥棒であり、酒のあてとしても最高だ。レバーは肉より安く買えるし、正しい知識を持ってちゃんと調理すればめちゃくちゃうまい。さらにレバーは栄養の宝庫とも言われている。普段摂取しにくい鉄分、亜鉛、葉酸、ビタミン A、B が豊富に含まれている。特に鉄分とビタミン B1、B2 は非常に疲労回復効果の高い栄養素だ。レバー以外にもニンニク、ニラ、生姜。この五訓と呼ばれる食材たちは需要競争に効くスタミナ食材。つまりところこのレバニラという料理は最強のスタミナ飯なのである。これさえあれば夏は容易に乗り切れる。週1で食え。そしてその度にこの動画を再生するんだ。これは君たちのためを思って言っている。いいね。栄養満点のレバニラを食べて、このクソ暑い夏を乗り切ろう。うん。